脊柱管狭窄症は下手をすると腰から下半身のしびれや痛みで歩けなくなり、おまけに尿が出にくくなったり漏れたりしたりもします。ほんまリスクまみれです。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって腰のヘルニアで歩けなくなり引退しました。そこで今回私の考えるたった1分座ったまま背中とお腹の深部のインナーマッスルの2つの専門的な筋肉を刺激して即効脊柱管狭窄症や体全体の悩みを解消する学習の授業になります。私も腰の痛みやしびれで悩んでいたので、皆さんの気持ちは痛いほどわかります。本当簡単な動きで誰でも真似のできるノブ流セルフケア教室のセルフ整体になりますので、ぜひ最後まで注目しながら見ていただき、一緒に解決していきましょう。これ座ってできますよ。脊柱管狭窄症の特徴としては、腰から下半身の痛みやしびれ、長く歩くと疲れて歩けない特徴があります。そして進行すると足の力が落ちたり、肛門周辺のほてりや尿の出が悪くなったり、逆に尿が漏れることもあります。少しでも思い当たる節がある時も予備軍ですので注意してください。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。脊柱管狭窄症になったからってやってほしくない行為があります。このように痛いところの腰やお尻を揉んだり、無理やりこのように伸ばしたりすることです。これほんま飽きません。そして悪化します。ここで脊柱管狭窄症の構造と原因をお伝えさせていただきます。脊柱管狭窄症では背骨骨盤を支える筋肉の機能が失われ、背骨骨盤がこのように前にずれたり後ろにずれたりして安定しなくなり、背骨の変形や隙間を圧迫し、神経の通り道の脊柱管の部分を狭窄してしまい、それがこの脊柱管いうところの隙間が最初はこれぐらいあるのが、要はこのような形に少なくなってしまうっていうことです。要は狭くなる脊柱管狭窄症を引き起こします。ここで格闘家整体師ノブ流の考える脊柱管狭窄症の解消の流れとしては、今回狙う専門的な筋肉は2つ。1つ目は背中側の背骨骨盤につき、そこを支えて安定させる構造の多裂筋という筋肉。ここが働くと背中側から背骨骨盤を前の方に押し出す力で支えます。2つ目はお腹側の背骨骨盤股関節、そして太ももの内側につき、そこを支えて安定させる構造の腸腰筋という筋肉です。ここが働くとお腹側の背骨骨盤股関節をこのように後ろに押し出す力で支えます。結果この2つをセルフ整体で働かすと、背中とお腹でこのように背骨骨盤股関節を支えてくれるので、支える筋肉の機能を取り戻し、背骨骨盤が前にずれたり後ろにずれたりがなくなり、背骨の変形や隙間の圧迫も解消し、脊柱管狭窄症を解消し予防もします。この脊柱管狭窄症を予防しておくと、将来の神経の圧迫も起こらないので、結果脳からつながる神経がこのように圧迫されるのを防ぐので、正常に神経が働き、下半身の力が落ちたり、肛門のほてりや、そして尿の出が悪くなったり尿が漏れることが予防できます。ほんま多裂筋腸腰筋をすればいいだけです。それでは早速セルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。このセルフケアは椅子やソファーでやっても大丈夫です。では1つ目、多裂筋からです。まず座って胸を少し張ります。次に手のひらを天井の方に向けて少しこのような形で外に向けます。そのままの体勢でこちら手を上に向けた方向のお尻を少し浮かします。次にこの状態のまま肩を下の方にぐーっと下ろしていきます。そうすると脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではやっていきましょう。ぐーっと下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この時にだんだん背中丸くなってくるので、できるだけ胸を張ってください。そしてできるだけ外に手を向けます。ではもう一回いきましょう。ぐーっと肩を真下に下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
お尻は少しできるだけでいいですよ。ではラストいきましょう。グッと12345678910です。では反対もやっていきましょう。まず軽く胸を張ります。そして手のひらを上に向けて、さらに少し外に向けます。次に手を上を向けた方向のお尻を少し浮かします。そのままの状態で肩を下の方にぐーっと下ろしていきます。そうすると脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。ガーッと12345678910。前から見るとこんな感じです。お尻を上げてぐーっと肩を下ろします。12345678910。ラストいきましょう。ぐーっとよいしょ。12345678910です。辛かったら5秒間でもいいですよ。そして10秒間を1回を細切れにやっても全然大丈夫です。無理ない範囲でやってください。次は腸腰筋です。まず片足を少し上げます。そして足の裏を反対の方に向けます。そのままの状態でかかとが天井の方に浮くようにぐっと少し上げます。そうするとお腹の前、股関節の前に力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。ぐっと12345678910。もう一回ゴー。ぐっと12345678910です。ラストいきますね。あんまり無理しないでいいですからね。では行きましょう。やった12345678910です。では反対も行きましょう。まず足を少し浮かします。そして足の裏を反対に向けます。そのままの状態でかかとを天井の方にぐっと上げます。そうするとお腹の前、股関節の前に力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。では行きましょう。ぐっと12345678910。この時に足の裏は体のこの真っ直線の状況に置いてください。こう開きすぎたり閉じたりしすぎたらダメってことです。なのでここの真っ直線のところに置いてください。では行きましょう。やった12345678910。ラストいきましょう。やった12345678910です。これ上げるときちょっとでもいいですからね。上げすぎたからいいっていうわけでもないので、少しでも全然構わないです。正確にはこれだけ。片足たった1分です。めちゃめちゃ簡単ですよね。最後にこのセルフケア後におすすめなストレッチもご紹介しますので、最後まで注目してみてください。私は腰のヘルニアで歩けなくなったこともありますので、腰ヘルニアや慢性腰痛にもおすすめですので、毎回これで再発を予防しています。この毎日たった片足1分の行動力、これが健康への秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の励みになります。痛みや悩みに関する質問ややってみた感想などぜひコメントくださいね。ここでお話ししていた最後に私が思うセルフケアをするとストレッチも伸びやすくなるので、後におすすめなストレッチ一緒にやってお別れしていきましょう。座ったままの延長で構いませんので、まず足をこのような形で軽く前に伸ばします。そして足の指は床から離して天井の方に向けます。これ膝が少し曲がってても伸びててもいいです。できるだけ伸ばしてもらう方がいいです。このままの状態でおへそですね、おへそを足の親指の方向にぐーっとこのように出していきます。そうすると太ももの裏が伸びてきますので、この状態で30秒です。これをすると骨盤股関節の矯正ストレッチにもなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。